節馬、運の十座。東京の学校が休みになったので、彦田少年は三月ぶりに檜屋村へ帰ってきた。村はすっかり雪の中に渦まっていた。この冬は雪が大変多くて、もう4回も雪下ろしをしたそうである。駅を降りると、靴をかんじきに履き替えて村まで歩いたが、電柱が雪の中からほんのわずかに黒い頭を出しているばかりで、屋根の見える家は一軒もなかった。この冬は、これからまだ3度や4度は雪下ろしをせねばなるまいよ。と、迎えに来てくれた父親は、そう言って、またちらちらと粉雪を落とし始めた灰色の空を恨めしげに見上げた。ゴスケちゃんは何している？ねえお父さん。彦田は仲良しの五助のことを尋ねた。ああ、ゴスケちゃんか。ゴスケちゃんは元気らしいが、この頃ちっともうちへ遊びに来ないよ。僕がいないからだろそれもあるだろうがな。しかし噂に聞けば、ゴスケちゃんたちは3日に明けず山登りに忙しいそうだ。う。山登りってどの山へ登るの？こんなに雪が降っているのに。さあ、それはお父さんも知らないがね。とにかくあのうちのものは変わっているよ。今につまらん目にでも会わなきゃいいが。つまらん目って何のこと？彦田は振り返って、後から来る父親の顔を見上げた。しかし父親は、ちょっとうなっただけで、それには答えなかった。その翌朝、彦田はもうじっとしていられなくて、先の尖った雪棒を肩のところまでかぶり、かんじきの紐を締めると、家を飛び出した。雁木道が尽きると、雪穴を登って往来へ出た。風を交えた粉雪が横から彦田の体を包んでしまった。五助の家までまだ5丁ほどあった。五助は家にいた。そして踊り上がって彦田を迎えた。カロのむしろに腰をかけて仲良しの二人は久しぶりに向き合った。東京から買ってきたお土産の分度器と巻き尺が五助を大変喜ばせた。ゴスケちゃんは3日に明けず山へ行くってね。どの山へ行くんだい？彦田は聞きたいと思っていたことをすぐに尋ねた。五助は簡単な返事をしただけでしばらく口をつぐんでいたが、やがて誰にそんなこと聞いたの？とちょっと固い目つきで逆に尋ねた。そこで彦田は、それはお父さんが村の誰かから聞いたことさ。と言った。すると五助は軽くため息をついて、やっぱりもう知れ渡ってるんだな。だから僕はこんなことを隠しておいてもダメだと初めに言ったんだけどね。ゴスケちゃん、何か悪いことをやっているのかい？彦田は心配になるものだから遠慮なく聞いた。すると五助は目を丸くして首を左右に振った。彦君のことだから何も隠さないで話をするけどね。実は一蔵兄さんが久しく山の中にこもっているんだ。そうかい。一蔵兄さんは雪の中に大きな穴を掘ってその中にこもっているんだ。そして休みなしに観測をしているんだよ。観測？それは何のこと？僕もよく知らないけどね。機械をたくさん持ち込んでね、地面の温度を測ったり、地面を伝わってくる地震を変な缶の胴中へ書かせたりしているのさ。これは春まで続けるんだって。彦田はそれが何のことやらわからなかった。しかし、一蔵兄さんといえば、東京のなんとか大学の大学院学生で、いつもこんな科学実験をやっている人だった。だからそういうことが格別悪いことであるはずがないと安心した。じゃあ研究のために観測してるんだろう。それなら悪いことじゃないから、村の人たちに隠さなくてもいいじゃないか。
しかしね、一蔵兄さんはこのことは黙っておれと厳しく命令を出しているんだよ。で、僕たちが3日ごとに山登りをして兄さんの食物なんかを運ぶことさえ誰にも知られないようにしろと言うんだよ。ああ、それでゴスケちゃんは3日に空けず山登りをするんだね。なんだ、そんなことか。はははは。と、彦田少年は安心して笑った。でも、そんなことを秘密にするということは、ちょっと変だね。彦田がそう言うと、五助は無口でいろりにソダを盛んに差し入れるのだった。五助の顔にはまだ何か語り尽くさないものがあると書いてあるようであった。なんだろと、彦田は不審に思った。いつもの五助なら、縦板に水を流すように、どんどんおしゃべりをするのに、それをしないで、何かを小さい胸に包んでいるようなのは、なぜだろうか。あ、そうか。ひょっとすると、その山がどこかというのが秘密なのではあるまいか。そして、その山からは、やがて尊い鉱脈でも発見される見込みがあるのではなかろうか。そう考えた彦田は、また遠慮なしにそのことを五助に言った。すると五助は一言のもとに打ち消した。違うさ。うちの兄さんはそんな欲張りじゃないよ。う。じゃあどこの山？山の名を聞かせてくれたっていいだろう。彦田は五助を追い詰めた。五助は見るもかわいそうなほど悩みの色を浮かべていたが、やがて決心したものと見え、立ち上がって彦田のそばへ席を移した。そして辺りを見回した上で、彦田の耳の近くで低い声を出した。誰にも言っちゃいけないよ。そして君も驚いてはいけないよ。誰がそんな秘密を漏らすものかい？もちろん驚きやしないよ。さあどうかな。で、その山というのはね、青神山なのさ。え？青神山？誰も近づいちゃいけないという。大きな声を出すなよ。と彦田はうなった。彼の顔色は途端に青ざめていた。青神山か。青神山なら大変である。青神山には昔から魔人が住んでいるという話で、そこへ入った者は無事に里へ戻れないそうだ。漁師だってどんないい獲物を追っていても、その青神山には近づきはしない。そのような海山の雪の下に穴を掘って観測を始めた一蔵兄さんが誰にも語るなと命令したのはもっともだ。しかし一蔵さんは勇気がある。それはともかく、あの奥深い青神山まで常夜の雪を踏んで3日ごとに兄のため食物を運ぶ友の身の上を考えると気の毒でならなかった。その時五助はさらに彦田の方へすり寄っていった。実はね、一蔵兄さんはね、この冬こそ青神山の魔人の正体を突き止めてくれると張り切っているんだよ。魔人の正体をだって？しかしそんな機会で魔人の正体がわかるだろうか。第一、あの山に魔人が住んでいるなどというのは伝説なんだろ？誰も本当に見た者はいないんだから。彦田がそう言うと、何を思ったか五助は友の腕をしっかりつかみ、耳に口を当てた。ところがね、彦君、魔人は実際あの山にいるんだよ。嘘だよ、そんなこと。だって見たんだよ。この僕が。え？君が魔人を見たって？彦田はそれを聞くと頭がフラフラした。魔人の山。五助と彦田とは身を固めて粉雪のちらちら落ちる湖外へ出た。頭には雪棒を、体には蓑を、足には長い雪靴を履き、かんじきをつけた。そして二人の背中には食料品と燃料と水と酒とがしっかりくくりつけられた。青神山の雪穴の底で観測を続けている一蔵へ届ける生活物資だった。彦君、やっぱり君は行かない方がいいよ。おゆきを連れて行けばいいんだから。おゆきというのは五助の妹だった。いつもは五助とおゆきの二人で
青神山へ登るのであった。いいよいいよ。今日は僕が手伝う。彦田はいくら兄のためとは言いながら、自分よりも年下の女の子があの恐ろしい青神山へ登るのを黙って見物しているわけにはいかなかった。ことに今日は吹雪になるらしい天候で、お雪が行けばどんな苦労するか知れないと思うと、断然彦田は自分が身代わりになることを申し出たのだった。お雪は雪の往来まで送ってきた。恥ずかしそうにうつむきがちだったが、彦田に大変感謝しているのがよくわかった。五助が先に立ち、その後に彦田が続き、雪の道をいよいよ歩き出した。幸いに人の目にも触れず、うまく青神山への遠い山道の方へ曲がることができた。粉雪はだんだん量を増して、二人の少年の姿を包んでいった。五助の勘敷が三歩に一歩は深く雪の中に潜った。3日前に来た時よりも2尺ぐらい雪が増したね。五助がそう言った。疲れたら僕が代わって前を歩くよ。なあに彦君、大丈夫だ。深い雪の山道の傾斜がひどくなった上に重い荷を背負っているから歩行が大変困難になった。二人の少年はもう物も言わず荒い息を吐きながら雪の道を登っていく。彦田の方は割合に楽であった。五助の後からついていけばいいのだ。五助が踏み固めてくれた勘敷の跡を踏み外さなければいいのだった。彼は歩きながらさっき五助から聞いた青神山の魔人を見た話を頭の中に復習した。五助はこの前の登山の時、その魔人を森の中に確かに見たそうである。その森はそれから20丁も奥にある杉の森で、地蔵様が立っておられるところから地蔵の森と言われているところだ。ちょうど行きの道だったが、五助が前方約200メートルにこの森を見たとき、雪の中に高い幹を黒く見せている杉の木立の間を何か青みがかったものが煙のように揺らいでいるのを認めたのだった。誰かあんなところで焚き火をしていると、初めは思ったそうだが、それにしても焚き火にしてはおかしい。煙にしては色が青すぎるし、そして雪の降り積もっている下の方には見えず、杉の梢に近いところをまるで広い帯が宙を飛んでいるように見えたので、はっと胸をつかれた。五助は危うく声を出そうとして、ようやくそれを止めた。後には妹のお雪がついてくるので、ここで変な声などを上げようものなら、お雪は恐ろしさのあまり気絶してしまうかもしれないと思ったからである。五助は気を鎮めようと一生懸命努めながら、なおも怪しい青いものの姿を見続けた。するとその怪しいものは、急に杉の幹を伝わって降りたように見え、雪の上を這って道の方へ出てくると見えたが、その瞬間、ふるっと震えたかと思うと、かき消すようにその姿は消え失せたという。五助はそこでもう道を引き返そうと思ったが、兄が待っていることを思い、また妹を驚かせることを心配して、自分の気を引き立てると、そのまま歩行を続けたそうである。が、やがて恐ろしい関門に差し掛かった。その地蔵の森の前をどうしても通り抜ければならないのだった。五助はいざという時はその怪物と組み打ちをする決心をし、他方どうかその怪物が出てくれないように祈りながら森の前に差し掛かった。幸いに怪物の姿はどこにも見当たらなかったし、うなり声も聞こえなかった。ただ見つけたものは雪の中にへこんだ足跡らしいものが点々としてついていたことだった。その足跡らしいものはもちろん人の足跡とも違い、また動物のそれでもなく、船の形をして縦に長く、そして周りから緩やかに中心へ向けてへこんでいたのである。森の前を通り抜けるとき、見たのはそれだけだった。五助はそこを抜けると、お雪を励まして急に足を速めた。一刻も早くその気味の悪い森から遠ざかりたいためだった。何も知らぬお雪は五助の早足を恨みながら
息を切らしてついてきたという。それからまた一里ばかり山を入って、兄一蔵のこもっている雪穴に着いた。五助はあのことを早く兄に話をしたく思ったが、妹がいるのでそれを言いかねた。帰り際になってやっとその機会が来た。一旦道へ出た五助は忘れ物をしたように装いながら雪穴へ引き返して兄にその魔人を見た話をしたのだ。一蔵はその魔人の話を一生に付した。第一、地蔵の森は青神山よりずっと下にあること、またその足跡と見えたのは雪を吹きつけた風のいたずらであること、それから雪の中では目が変になってよくそうした青いものを見ることがあることなどを挙げて、それは青神山の魔人ではないと結論したのだった。せっかくの一蔵の説明も五助の疑惑をすっかり払うほどの力はなかった。まあこういう話だった。彦君、いよいよ来たよ。地蔵の森だ。五助が叫んだ。ああ、地蔵の森か。魔人は見えるかい？いや、今日は出ていないや。雪は止んでいた。見通しは良かった。地蔵の森の木立もガラスに通したようにはっきり見えていた。なるほど、五助の言う魔人らしき怪しい影は何も見えなかった。今日は足跡もついてないや。五助は森の前を通り抜けるときにそう言った。彦田は笑った。しかし五助は笑わなかった。それから一里の苦しい雪の山道が始まった。折やしく急に風が変わって粉雪が渦を巻いて落ち出した。いよいよ吹雪になるらしい。二人の少年は道の真ん中に立ち止まって魔法瓶から熱い茶を汲んで飲み元気をつけた。それからまた雪道へ踏み出した。2時間余りの苦しい登山が続いた。二人の少年は全身汗にまみれ焼けつくような暑さを感じた。五助ちゃん、まだ兄さんの雪穴までは遠いのかい？彦田は雪に慣れていないのでややへばったらしい声を出した。もうすぐだ。あそこに峰が見えるだろう。あの裏側だから、そこの山海を過ぎると観測所の雪穴が見え出すよ。彦田は返事の代わりに重い首を振った。その時であった。突然、4、5発の銃声が聞こえた。ドドン、ドンドンと激しく雪山に響いた。音のしたのはどうやら峰のあたりである。銃声だ。どうしたんだろう。何かあったんだ。しかし誰が撃ったんだろう。早く行ってみよう。兄さんの雪穴へ。二少年は顔色を変え、雪をかくようにして前へ急いだ。雪崩だ。兄さん、どうしたんです？一蔵兄さん、今行きますよ。五助と彦田は代わる代わる叫びながら一秒でも早く一蔵のいるところへ近づこうと一生懸命に走った。観測所のあるところへは山をぐるっと一回りしなければならない。二少年は気が気でないが雪に足を取られて思うように足がはかどらない。それでもやっとのことで一蔵のこもっている雪穴の入り口までたどり着いたが、その時はもう銃声が聞こえてから20分も経った後であった。兄さん、兄さん。どうしたんですか？さっきの銃声は。二少年はそう叫びながら体についた雪をも払わないで雪穴の中へ飛び込んだ。おや、兄さんは見えないぞ。五助は観測室の中でキョロキョロ。じゃあ、外へ出たんだろうか。彦田はすぐ穴から外へ飛び出した。そして辺りの雪の上に目を走らせた。わかったかい？五助が穴から出てきた。いや、わからない。でもほら、雪の上には僕たちの足跡の他に誰の足跡もついていないよ。兄さんは外へ出ないわけだ。やっぱり穴の中だよ。そうかしら。しかし変だね。穴の中には確かにいないんだがね。二少年はもう一度穴の中に入った。そしてしきりに一蔵を呼んでみたが、やっぱりその返事は聞かれなかった。おかしいね。明かりがいつもついているんだが、今日は消えていら。そうだ。暗くてわかりゃしない。
明かりを早くおつけよどこだったかな、電池のあるところは。五助は奥の方へ行って手探りでそこらを撫で回していたが、突然驚きの声を上げた。ああ、大変だ。電池がひっくり返っている。おや、いつの間に掘ったんだろう。穴の奥が深くなっているぞ。と、その時である。どこからともなくゴーッという音が聞こえ始めた。すると雪穴の外にいた彦太が飛び込んできた。五助ちゃん、早く外へ出ないと危ない。雪崩がやってきたぞ。雪崩？それは大変だ。早く早く。二少年は転がるようにして雪穴の外へ出た。パラパラと雪のつぶてが降ってきた。向こうへ逃げよう。彦君早く。五助は先に立って反対の山の斜面へうさぎのように駆け上っていった。二少年の背後に凄まじい響きが起こったが、それを振り返る余裕もなく、二人はなおも一生懸命に斜面を這い登った。息が切れる。心臓が破裂しそうだ。響きが小さくなったとき、二少年は初めて命を拾ったことを知って安心した。二人とも雪の中にぶっ倒れて、しばらくは起き上がる元気もなかった。やがて二人が元気を取り戻して雪の上にむっくり起き上がったとき、雪はもう止んでいて、あたりは明るさを増していた。そして二人の目に映ったものは、ものすごい雪崩の跡であった。さっきまで二人が走っていたところはもうすっかり雪の下になっていた。観測所のあった雪穴なんかもうはるかの底になってしまった。ああ、怖かったね。もう死ぬかと思ったよ。兄さんはどうしたかしら。さあ、困ったね。とうとう一蔵の所在を確かめないうちに、この通り雪崩になってしまったのだ。一蔵の生死のほどが一層心配になってきた。彦太は何とかして五助を安心させたいと思ったけれど、そんな材料は何にも見当たらなかった。だが一つ、その時気がついたことがある。五助ちゃん、今頃雪崩が起こるというのは変だね。まだ早すぎるじゃないか。そうなんだ。と、五助はうなずいた。しかしさっきの銃を撃ったあの響きで雪崩が起こったのかもしれない。そんなことがあるもんかな。たまにはあるんだよ。しかし、どっちかといえば珍しい出来事だ。五助の語るのを聞いていた彦太は、その時、五助の手首に赤く血がついているのを見つけて、驚きの目を見張った。五助ちゃん、怪我をしているじゃないか。手から血が出ているぜ。手から血が出ているって？五助も驚いて、急いで自分の両手を見た。なるほど、手首のところにいっぱい血がついている。どこから出血したんだろう。別に痛みも感じないのにね。よく調べてみたが、不思議にも、どこにも傷口が見つからない。どこにも怪我はないんだがね。でも変だね。ちゃんと血がついているんだからね。ずいぶんたくさんの血だよ。彦太もともども調べてやったが、確かに五助はどこにも傷を受けていないことが分かった。不思議だね。どうしたんだろう。全く不思議だ。君が悪いね。ああ、わかった。わかったってどういうわけなの？そのわけは、困ったね。と、彦太は困った顔しながら。でも五助ちゃん、悲観しちゃダメだよ。つまりあの雪穴の中に血が流れていたんじゃないか。その血が君の手についたのかもしれない。あ、そうか。五助はそう言って、さっと顔色を変えた。すると、一蔵兄さんが穴の中で、さあ、それはまだ本当かどうかわからないんだ。雪穴を掘り出した上でないと、確かにそうだと言えないよ。だから気を落とすのはまだ早いよ。彦太は五助を一生懸命慰めたが、心の中では、これは大変なことになったぞ、と思った。五助ちゃん、山を降りよう。そして、このことを皆に知らせようや。そうだ。村の人にそう言って、雪崩の下から雪穴を早く掘り出してみなければ。五助と彦太は雪の中に幾度も転びながら大急ぎで山を降りた。少し早すぎる雪崩のこと、一蔵の行方不明のこと、五助の手首についた血のこと、二人が知らせた返事はすぐ村中に広がった。
すぐさま救援隊が作られ、一同は青神山の現場へ駆けつけ、そこで雪掘りが始まった。果たして雪崩の下からどんな怪しいことが掘り出されるだろうか。雪解けて。返事を知って駆けつけた村人たちは、雪の中に一生懸命に雪崩の跡を掘り返した。しかし、仕事は思うように進まず、やがて夜が来た。ふもと村から運ばれた薪があちこちに積み上げられ、油をかけて火をつけると、赤い炎はパチパチと音を立てながら燃え盛り、雪の山中はものすごく照らし出された。掘り出し作業は夜中続けられたが、それでもまだ目的を果たすことができなくて、ついに暁を迎えたが、どこまでも不幸なことに、その頃になってまたもや猛烈な大吹雪となってしまった。それは今も気象台の記録に残っている30年来の大吹雪の序幕だった。そうなると、もう人間の力ではどうにもならなかった。人々は涙を流しながら、山はそのままにして、命からがら、ふもと村へ引き上げねばならなかった。その中には、五助も彦太も混じっていた。あの返事も、記録破りの大吹雪も、共に青神山の魔人のたたりだという噂が、その後、その地方に広がったのも、ぜひないことであったろう。それから、数ヶ月の日が経った。5月の半ば過ぎのある日、五助の家へひょっくりと彦太が姿を現した。休みでもないのにどうしたのかと、五助はいぶかりながら嬉しく彦太を迎えたが、彦太の話では、東京はひどい食料不足のため、学校は当分のうち授業が休みになったということだった。五助は、へえそうかねと目を丸くして驚いた。あれから青神山へ行ったかい？と彦太は五助に尋ねた。いや、行かないよ。行かれないんだよ、彦ちゃん。なぜさ？だって、この村では青神山の魔人のたたりが恐ろしいと言って、もう誰も山へ登らせないことになったんだ。それはおかしいね。と、彦太は口を尖らせて言った。青神山の魔人を怖がるなんて迷信だよ。そんな迷信を担いでいたのでは、いつまで経っても日本は世界のお仲間には入れないよ。だって僕だって青神山を思い出してもゾッとするからね。地蔵の森に怪しい帯みたいなものが飛んでいたこと、船のような形をしている足跡、一蔵兄さんが行方不明になるし、大雪崩はあるし、それから大吹雪。そうそう、それにあの時僕の手が血だらけになっていたことを、君も覚えているだろ？こんなに怪しいことだらけだもの。そういった五助の顔には血の気がなかった。彦太は首を左右に振って、ダメダメ。そのように怯えていてはいつまで経っても正体をつかむことはできないよ。さあ、これから僕と一緒に青神山へ行ってみよう。もう山の雪は溶けているだろうね。と強い声で言った。五助ははじめ気が進まなかったけれど、彦太に励まされ、迷信を破った方がいいと思い、それに本当は兄の意外でも見つけて葬ってあげたいと思っていたので、ついに彦太の言葉に従って、密かに二人で青神山へ登ることに心を決めた。用意は前の日にし、翌朝まだ暗いうちに二人の少年は村を後にして山登りを始めたのだった。雪は溶けていた。春の山草の香りがぷんぷん匂っていた。そして朝日が東の山の上に顔を出す頃、ちょうど青神山の峰に着いた。兄一蔵のこもっていた穴の入り口を見つけることはそんなに難しいことではなかった。もちろん雪はなく、入り口は半崩れになっていた。二人はその前に立って顔を見合わせた。五助の目にはひらりと涙が光った。元気を出して、そして落ち着いて物事を考えなければいけないんだよ。と、彦太が大人のような口を聞いた。この前、僕たち二人がここへ登った日の3日前に、五助ちゃんはおゆきちゃんと一緒にここへ来て、一蔵兄さんの元気な姿を見たんだったね。そうとも。そこまでは無事だったが、僕たちが山を登ってくると銃声が聞こえ、それからここへ駆けつけると、穴の中に一蔵兄さんの姿が見えなかった。五助ちゃんは穴の中を奥まで行って、電池がひっくり返っているのを見た。その時、
雪崩が来たから、僕が穴の外から大声で叫んだ。君は穴から這い出してくる。そして向こうの山へ避難した。雪崩の後で君の手を見ると血がついていた。そうだったね。そうだとも。五助は彦太が何を言い出すのかとじっと目を据えた。君の手についていたその血は穴の奥にこぼれていた血だ。五助ちゃんが穴の奥で探っているとき、その血だまりに手を触れたんだ。あ、そうか。五助は青くなった。すると、あの血は兄さんの体から流れ出した血だったんだね。やっぱり兄さんは殺されてしまったんだ。あのピストルの音が。お待ちよ、五助ちゃん。彦太が抑えるように言った。僕は君のうちの人の血液型を調べたんだが、皆 A 型だね。うん、皆 A 型だ。お父さんもお母さんも A 型だからね。そう。だから一蔵兄さんももちろん A 型なのさ。ところが君の手についていた血をあの時僕が持って帰って東京で調べてもらったんだがね。一体その血液型が何と現れたと思う？五助は息を弾ませながら A 型じゃなかったとでも言うのかい？そうなんだ。A 型ではない。だからあの血は一蔵さんから出た血ではない。ああ、嬉しい。兄さんの血ではなかったのか。と、五助は飛び上がって喜んだが、やがてふと顔を曇らせた。じゃあ、あの血は誰の血だったんだろう。もしや。五助はその先を言うことができなくなった。彼の体はブルブルと震え始めた。ああ、するともしやあの血は、一蔵兄さんがピストルで誰かを撃って傷つけた血ではなかろうか。そうなると兄さんは人をピストルで撃ったことになる。いや、ひょっとしたらそれよりも悪いことなのではなかろうか。兄さんが人殺しをした。ああ、そんなことではないのかしら。と、五助は思い悩んで、そこに立っていられなくなり、土の上へどしんと尻餅をついた。あの血の型は、今言った通り、A 型でもなく、また O 型でもなく、B 型でもなく、AB 型でもなかった。じゃあ人間じゃなくけだものの血かね？人間の血液型は4つに限っている。それのうちに入らなければ、あとはけだものではないのかと、五助は首をかしげた。ある博士に調べてもらったが、けだものの血でもないのだよ。不思議なことを彦太が言った。人間の血でもなく、けだものの血でもない。そんなことがどうして信じられようか。だが、彦太は何か自信を持っているらしく見えた。その謎の正体は何？兄の手帳。雪こそなけれ、一蔵兄さんのこもっていた穴は、ひんやりと肌寒い。それに、彦太が血液型について変な話を始めたものだから、五助は気味が悪くなって、背中に水を浴びたようにぞっとした。五助ちゃんの手についていた血は、人間の血でもないし、けだものの血でもないことが分かったんだ。だからあの血は、兄さんの体から出た血ではないから、安心したまえ。兄さんの血でないと分かったのはとても嬉しいよ。五助は微笑んだ。しかし、人間の血でもけだものの血でもないとすると、一体何者の血だろうね。ああ、気持ちが悪い。謎がそこにあるんだ。その謎をこれから僕たちの手で解きたいね。彦ちゃんには少し見当がついているのかい？いや、ダメなんだよ。彦太は首を振ったが、しかしね、ひょっとすると、あれはいつだか五助ちゃんが言った青神山の魔人の血じゃないかと思うんだ。魔人の血だって、魔人の体にも血があるのかしらん。五助は目を丸くして彦太の顔を見つめる。それは僕の想像だよ。とにかくこの穴の奥へ入って、もっと探してみようじゃないか。彦太は先に立って穴の奥へ進んだ。穴は行き止まりのように見えた。だが、持ってきたつるはしを振って土の壁を4、5回掘ってみると、急に土がガラガラと崩れて、その奥に暗い穴が開いた。やっぱりそうだ。この奥に穴が続いているんだ。二人は電池灯を振りかざして、その奥へ足を踏み入れた。
でっかい穴だね。兄さんが掘った穴ではないようだね。もうずいぶん古くからあった穴らしい。穴の壁は岩のように硬くなっていて、地質が違っていた。いよいよ空気は冷たく、そしてどこからか雫の落ちるような音が聞こえた。彦田があっと叫んで前へのめった。彦田の電池灯がふっと消えた。彦ちゃんどうした？何、大丈夫。足が滑っただけだ。水が流れているよ。五助はほっと安心して明かりを持って彦田のところへ近づいた。彦田は両手をはじめ膝のあたりを泥まみれにして起き上がるところだった。その時五助は彦田の足元に小さい手帳が落ちているのを見つけたので、それは彦田が落としたものだと思い、彦田に注意をした。彦田はそれを拾い上げたが、それは彦田のものではなかった。僕んじゃないぞ。じゃあ誰のだろう。変だね。こんなところに手帳を落とした者がいるなんて。二人は顔を寄せて、その手帳のページを開いて中を調べた。あ、これは兄さんのだ。え、一蔵兄さんの手帳かい？そうだとも。文字に見覚えがあるし。あ、ほら、ここに僕の名が書いてある。なるほど、五助の言う通りだった。五助よ、気をつけよ。危険が迫っている。早く麓へ引き返せ。あ、兄さんが危険を僕らに知らせているんだ。そうだ。よし、先を読もう。二人は怖さも忘れて、その手帳にかじりつくようにして、その先を読んだ。それには次のようなことが走り書きになっていた。五助よ、気をつけよ。危険が迫っている。早く麓へ引き返せ。兄さんは油断をしていて失敗した。今日、12月25日、兄さんが観測をしていると、突然、穴の奥が崩れる音がしたと思う間もなく、奥から怪しい灰色の人とも獣ともつかぬものが這い出してきて、兄さんに組みついた。兄さんはこれを相手に戦い、初めのやつは倒した。しかし後からまたゾロゾロと這い出してきて、兄さんにかかってきた。すごい力のやつだ。兄さんはついにピストルを撃った。それでようやく相手は引き下がったが、兄さんは残念にも両足を折られてしまって動けなくなった。そこで手だけを使って穴を出ようとしたが、どうしてもダメだった。穴の中では電池が倒れ、硫酸がこぼれている上に、水でぬかるみとなり、しかも穴の外は高くなっていて、とても登れない。残念だ。お前の来てくれることを祈っている。一体何やつだろう。思いがけなく穴の奥から現れたやつは。人間とは思わない。体は人間の2倍ぐらいもあり、灰色の毛が体中に生えていた。しかし、獣でもないと思う。ちゃんと両足で立ち、声を出して話をし、穴の上をコウモリのように飛ぶのを見た。足はカエルのように見えた。そして臭い。何かガスみたいなものを出すのだ。確かに高等な生物だ。一体何者だろう。そうだ。あれかもしれない。あれというのは、地球が4回氷河期を迎えたが、その前にこの地上に住んでいた高等生物の子孫ではないかと思う。その当時、彼らのあるものは地上が寒くなったため、地中へ逃げ込んだのだ。そしてそれ以来ずっと地中で何万年も暮らしていた前世紀の生物じゃないかと思う。それがひょっこりこの穴の奥から出てきたのではあるまいか。不思議なことだが、ありえないことでもないと思う。そういえば、兄さんがこれまでにこの穴で地中を伝わる振動を観測してきたが、どうも当たり前の地震ではないところの変な振動が混じっていた。兄さんはその謎を解こうと思い、誰にも言わないでその研究を続けてきたわけだが、それはついにこのような悲劇を迎えることとなった。何事も運命である。だが、兄さんはまだ息があるうちに、世界中でまだ誰も知らない地中怪人族を見ることができて嬉しいと思う。この怪物どもだよ。青神山の魔人と言われていたのは、その足跡、あの怪しい空中飛行、皆で警戒しなければならない。もっと立派な研究者たちをここへ送るようにせよ。
十分に警備隊を置いて、怪我のないようにせよ。相手はなかなか油断ならない怪物だよ。あ、また怪物どもが押し寄せてきたようだ。兄さんはもう助からない。ピストルの弾丸の続く限り撃って、もう2発しかないが、あとは彼らに体を任すしかない。さよなら、五助。みんなによろしく。一蔵。ああ、かわいそうに。君の兄さんは最後のピストルを2発撃って怪物に捕まったんだよ。僕らがもっと早く来ればよかった。いや、僕らが早く来れば、僕らもまた怪物に連れて行かれたかもしれない。兄さんは僕たちの命を救ってくれたことになるんだ。なるほど、そうだったね。五助ちゃん、もっと奥を探してみようか。いやよそう。兄さんは危険だから早く麓へ引き上げると書き直してやる。さあ、早く穴を出ようや。そうかい。残念だな。二少年は思い切って穴から外に這い出した。ところが、そのすぐ後で、どういうわけか、突然地鳴りとともに大山津波が起こった。そして穴のあったところはすっかり岩石の下に埋まってしまった。二少年は命からがら山を駆け下って麓の山へ帰り着いた。怪物はその後姿を現さなくなったので、村人は無事に日を送っているという。